の国際ハッピーウェディング。皆さんこんにちは。松江市の国際交流員です。皆さんは結婚式に参加したことがありますか？私は最近日本で結婚式に出席させていただいたんですけれども、その時にも驚いたことが山ほどありまして、今回の動画では皆さんと一緒に自分の国の結婚式について話したいと思います。そういえばアンソニーは結婚式に参加したことがあるんですけれども、ヒロヤはまだですよね、日本だと。そうですね、出席したことがあります。しかも2人とも日本人とフランス人の結婚式確かに唯一参加した2人が、でもそれよりはちょうど今自分の結婚式の準備をしてます。だからいろいろ勉強してびっくりしたことや気になったことがたくさんあって、やっぱり一番びっくりしたのはご祝儀とお返しの文化で、渡す金額が関係者によって決まってあるところとか、お返しとして参加者友達もプレゼントとかお金ギフト券をもらうことにびっくりしましたね。確かに。あと私の場合はやっぱり出席するってなると服は気になるんですよね。フランスは割と自由でジーンズでも OK ですジーンズでも参加できるんですけど、でもちゃんとしたやつ、ちゃんとしたサテンのブラウスとか、そうそんな感じとかブレザーとかと一緒に合わせる。そうですね。でも日本は絶対違うと思って検索してみたらいろいろ決まりがあって、女性はスカートは一般的みたいで、ドレスとか長さはですね、膝の下でタイツは必要です。であとは靴の話となると足指が出たらダメ、と髪が長かったら上に上げるのが一般的みたいで、それびっくりしましたね。私やっぱりフランス人と日本人の結婚式だったから外国人テーブルがありましたでその中にちょうど髪が長くて結んでなかったとか、スカートがあったんだけどめちゃ短いやつとか、その靴も指に見えてたからもうみんなアウトだなと思って皆さんの国では披露宴だと決まりがありますか？服は。じゃあせーの。友人だったらないけど、なんか親戚とかはある。結構スーツ。友達だけだったら今の服みたい。そう、今の服でいいと思った私もあるって書いたんですけど、実は服装は結構自由で、今このままでもいけるっていう感じですけど、逆に新郎新婦より下手でないっていうのがルールです。その派手さを超えないのがルールで、普段だったらカジュアルの格好でいけます。韓国も新郎新婦より派手な格好はダメ、そして女性は白いのはダメ。それはインドだったらまず基本的には新郎新婦も派手なんだけど、客も出て結構派手。インドの結婚式ってもう完全ファッションショーなんで戦いだと思うよね。もう3日間から7日間ぐらいの結婚式の中で服のレベルがもうどんどん上がっていくわけなんだから、もう本当に映画とかで見る結婚式、海外とかだと白い服が結婚式で多い。インドは赤とか緑とか黄色が定番だから、多分その色は大体の人は避けると思うけど、でも似たような色を着る人も割といるから、別にそこはそんなに気にされてないかな。この面でインドと同じように思うんですけど、もしうちの兄や誰かと結婚するとしたら、その結婚式にジーンズを履くのがもうダメに決まっています。もしジーンズ入ったら多分うちの両親に殺される気がする。でもそれは家族だからね。もし友達の結婚式に行ったら、いや、うちの参加者でもそれがもう常識だと思われている気がしますが、他の地域だと例えばね、その普通にカウボーイとかカウガールのある地域だともうデニム、ジーンズっていうのはその文化そのもので、ああいうテーマの結婚式だとジーンズはあり得るかなと思います。要するに地域による話です。
アメリカの結婚は披露宴の場面でも付き添い役というのがあって、結婚式の日にいろんな責任を持つ人のことです。他の国にはそれに当たる役割があるかと、ちょっと皆さんに聞きたいです。では、せーの。ある。ない。では、ないの人から始めましょう。結婚プレーのは絶対あるけど、その人何するの結婚式？例えば、披露宴で結婚のスピーチをしないといけないとか、その日の中にいろんな細かい役割。近いじゃん。ではない。ではない。私はここまで知らないっていうのはないってことだよね。花向こうの付き添い groomsmen と花嫁の付き添いは bridesmaids で、ソルさんもないと書いてある。そうですね、ないです。結婚式っていうのが神聖な場になるから、なんか大事なことをやるとか、例えば花嫁にかけてあげなきゃネックレスみたいなのがあるんだけど、そういうのとかは親とか、もしくは結婚式をする住職、ご住職、その友達の役割って言えば、どっちかっていうとその結婚式の前後でのイベントでの踊りとか、そういうのはもう友達が、あとはその新郎新婦のストレス管理かな。大事。大事。そこはもう友達が。メインテーブル、披露宴の真ん中のテーブル、日本の場合は新郎新婦しか座ってないんですよね。他は分からないけど、アイルランドは大体6人はいるんですけど、その6人と2人のご両親で合わせて、まあ付き添い3人だったら12人のメインテーブルがあるのが当たり前ぐらいですね。2人だけだったら僕の日本の結婚式はなんか分け合って2人だけになるんだけど、でそれを両親に言ったらなんかちょっと悲しくなってなるのかな。あ、普通？メインテーブルってない？新郎新婦ずっと立ってる。ずっと立ってる、食べない？韓国の結婚式って短いから座らない。スピーチの時はある？スピーチもある。スピーチはずっと立ってる？ずっと立ってる。食事は？食事の時は新郎新婦はほぼ食べない。ずっと回りながらみんなと挨拶したり。握手会じゃん。日本の披露宴は短いと思ったら韓国の方が短いよね。インドだったらよくあるのは、その新郎新婦のためにめっちゃ王様の椅子みたいな椅子を真ん中に置いて、まず人がそっちに挨拶しに行くみたいな、そこにプレゼントを渡しに行ったりとか。イメージだと参加者がたくさんで全員が座るスペースがない。もし座るとしたら、そうですね、それをなんか質問にしようかなと思ったんだけど、じゃあちょっと皆さんの国とかの結婚式の場合、だいたいどれぐらいの人を集めますか？はい。乗っちゃった。お、すごい。1000人まで。多い。韓国そんな多いイメージなかった。インドの結婚式って本当に村を呼ぶみたいな感じ。例えば私はアンソニーを結婚式に招待します。アンソニーは家族を連れてきますか？結婚式に誘われたら彼女でもレベルでもいいし、奥さんがいるから2人。親とかは違うけど、子供とかがいたら子供が禁止って言われてない限り一緒にいてもいいって思っちゃうね。そうですね。日本はね、違うね。結婚式でも人を誘うってことは大体その人の家族も想定されていますね。大体4人まで。でもさっきね調べて、なんか国別平均の結婚式参加者でインドが1位で平均534人でした。すごい。わお。中国では会場を予約するときに
何を予約するよりも何テーブルを予約するっていうのが単位なので、だいたい小さいテーブルだと8人テーブル、大きい場合は例えば12か12人とかで、それで数えると20、30テーブルかなって感じですね。300人未満。皆さんの国の結婚式で式場とかあるいは式場に行く前に、新郎が邪魔されて簡単に新婦を連れて結婚式を続けていけないっていう場合がありますか？先に紹介してからいた方がいいかもしれない。いや、謎のままがいいかな。ではせーの、はい、どうぞ。ちょっと質問が抽象すぎだったので中国の結婚式の流れから話します。今結婚式はだいたい洋式を取る場合が多いですね。でもその前に式場に向かうまで中国の、伝統的な流れがあります。具体的には男性および男性の親戚や友達、あるいは付き添い人たちが朝一で新婦の家に向かって新婦の両親に挨拶します。そこで簡単に、新婦を連れ出すことはできないです。そこでいろいろチャレンジしてクリアしてからようやく新婦を連れ出して新郎の両親に挨拶して最後は式場に向かいます。そのチャレンジっていうのはだいたいブライドメイドとかが企画するもので、例えば新郎がノックしても簡単にドアを開けてあげなくて、歌ってくださいとかいろいろ言って、じゃあようやく今度ドアを開けてあげます。でも入った後にそれでも簡単に連れて行かせないよその中で例えばすごく筋トレが好きな新郎に対して50回腕立て伏せをしてくださいとか、新婦とブライドメイドの口紅のついた唇の後から正しいのを選んでくださいとかすごくハードルが高いやつもあります。で最後にブライドメイドたちは自然に新婦の一つの靴を隠します。それが見つからないと外には連れて行けないとか、こういうようなチャレンジです全部クリアしてから新郎の両親に挨拶して式場に向かう。多分一番ハードルなのはこのチャレンジの段階だと思います。韓国でいつもやってることではないんですけど紹介します。皆さんの国には結婚式が終わった後になんか伝統的な意識がありますか？どうぞ。ある、ない、あると思う。中国の場合は結婚式の後ではなく、さっきの言ったチャレンジの後の挨拶の部分ですね。お茶を捧げて外口茶っていうものがあって、呼び方が変わるっていう意味ですね。前はお互いの両親に対しておじさんおばあさんっていう呼び方だったんですけど、今回でお父さんお母さんになるからで、それは割と伝統的ですね。韓国にはこういう平米って言うんですけど、今やってる人は少なくなってますけど、結婚式が全部終わった後に新郎新婦が韓国の伝統衣装を着て、男側の親を前に置いて、座らせて次。男の側の親を座らせて、新婦側がその親に挨拶をするっていう伝統儀式があります。昔朝鮮時代前は新郎の方が嫁の方の家に行って暮らしたり結婚式を挙げたりしたので、新婦の方が新郎の親になかなか会えないっていう理由で始まった儀式なんですけど、今現代に来てはそれが結構違くなったので、でもやる人はやってるような。皆さんの国の結婚式、披露宴ダンスは
決まった存在はありますか？夏の時間とかあったら存在としてはどんなに大きな存在ないか小中大どっちか。別にダンスじゃなくてもいい。違うな。違うダンスだね。ダンスだね。ごめんね。じゃあごめんね。ああ。一般的なアイルランドの結婚式だと披露宴で一番長い枠はなんか踊る時って基本的にバンドと DJ があって夜12時までずっとバンドで踊っててで12時超えたら、DJ に変わってあと 3,4 時間おじいちゃんたちの世代もずっと踊っててすごい元気もう僕ももう寝ちゃいそうでおじいちゃんがまだずっと踊ってるかわいいなんか盛り上がる曲とかみんな好きな曲なんか夏メロとか現代の曲を混ぜて決まった踊りが多いその踊りの指導とかボーカルの人がやったりして楽しくやってるいつもアメリカの場合ダンスの枠のない披露宴今まで聞いたことないです結構大きい存在で最初のダンスは結婚した人たちがやってからみんなが来るんですね。はい、とりあえず、もう想像がつく。そう一番最初に花婿がその結婚所に来る時にってよく北とかだと馬になってくる。馬とか馬車みたいな感じのものに乗ってきたりとかするけどその予報でこれはバラっていうバラっていうのはそのパレードみたいなもんでドラムとかそこで鳴らしながら音楽鳴らしながら行くかそうするとその一緒に行く家族とかはもう踊りながら行く。今までの話聞いてインドの結婚式に参加したいやっぱり皆さんのコリンの話を聞くと結婚式って国によってすごい違うなって思いました。皆さんはどうですか？そうですね自分の結婚式のためにたくさんのアイディアをいただきましたどこで500人を集めるか難しいかもしれないんですけど、はい、家族連れて行くよ皆さんも勉強になったでしょうか変なでは皆さんの感想も聞かせてください。ではハッピーウェディングハッピーウェディング